不動産屋さんの怪談です。これは心霊系 YouTube トラウマチャンネル以前の幽霊ドブネズミさんのユードブさんからいただいたお話です。さて、そのユードブさんがもう少し若い頃、怪我で入院していたそうです。そこは地元の総合病院で、ユードブさんの病室は4人部屋だったので、ユードブさん以外に3人の方が入っていました。4人部屋ですから見知らぬ者同士4人が入院生活を送ることになり、夜は病院の就寝が早いせいもありますが、ユードブさんはなかなか寝つけなかったそうです。そしてそれはユードブさんの怪我がだいぶ良くなってきたある夜のことでした。その夜も相変わらずユードブさんはなかなか眠れなかったそうです。時間は真夜中で病室内は真っ暗でした。同室の他の患者さんらはぐっすり寝ているようで、おのおのが仕切られているカーテン越しから静かな寝息が聞こえてきました。そしてもう夜勤の看護師さんの忍ばせる足音すらも聞こえなくなっていました。そんな静けさの中、しばらくすると病棟の廊下の遠くの方からキーキーキーという何か金属がきしむような音が聞こえてきました。ユードブさんはふと何の音だろうなと思ったそうです。その音は深夜の廊下に響いていました。そしてまたキーキーという音がさっきは遠くから聞こえていたのですが、今度は少し近くから聞こえてきました。その音は不可解で違和感があったので、ユードブさんは気になりました。勘の鋭いユードブさんは自分の病室に近づいているなと思い、気味悪かったそうです。しばらく聞き耳を立てていたのですが、その音は突然プツッと鳴り止みました。ユードブさんは止まった、よかったとほっと安堵したそうです。やれやれと思い目をつぶろうとした時でした。突然キーキーという音が今度はユードブさんの病室の真ん前から聞こえてきたのです。その瞬間ユードブさんは分かったそうです。これは車椅子の車輪の音じゃないか。今まさに自分の病室にゆっくりと侵入してきているんだと思いました。すると病室の空気が急に重くなり一変したそうです。病室の4つのベッドはすべて仕切りのカーテンが閉まっていたので、ユードブさんにはその車椅子の人物が見えませんでした。一体こんな深夜に誰が何の用で入ってきたのかと全身に緊張が走りました。ただ勘の鋭いユードブさんにはその車椅子の人物は女性に感じたそうです。そしてその車椅子のきしむ音の軽さから若い女性ではなく老婆だと思ったそうです。するとキーキーという音はゆっくり窓際のユードブさんのベッドに近づいてきました。そしてユードブさんの前でカーテン越しに車椅子が停止した瞬間、ユードブさんはストンと金縛りになり身動きができなくなりました。恐怖の中ユードブさんはまずい、金縛りを解かなくてはととっさに思ったそうです。金縛りは満身の力を込めて抵抗すれば解けることがあるので、ユードブさんは思い切り力を込めて体を動かそうとしました。それでも解けず、さらに力を込めた時、スーッと金縛りが解けました。すると一瞬にしてカーテン越しの車椅子の気配は消え失せていたそうです。朝になりユードブさんはあれは何だったんだろう、なぜ自分のところに来たのだろうと恐ろしくなりました。ただあの車椅子も老婆もこの世のものではなかったことは確かでした。それから数日過ぎた夜のことでした。その夜もユードブさんはなかなか眠れなかったので、
気分転換に病院内にある売店近くの椅子に座ってぼんやりしていたそうです。するとそこに夜間警備の男性が通りかかりました。ポツンと一人椅子に座っているユードブさんを見つけて、遅くまで起きてるねと話しかけてきたそうです。そんなわけで警備さんと少し雑談をすることになりました。ユードブさんは数日前の車椅子のことがあったばかりだったので、病院の夜間警備でおかしな体験をすることもあるのではとふと思いました。そこで、警備さん、夜間の循環怖くないですか？幽霊とか見たりしませんか？と聞いてみたそうです。すると警備さんは、私はないけど、同僚がよくこの病院内でキーキーキーという妙な音を聞くらしいよ。私はその手は信じてないけどね、と言ったのです。ユードブさんは嘘だろうと思い血の気が引いたそうです。変なことを聞いてしまったなと思いましたが、こういうことは気にしてはいけないので考えないようにしました。それから数日は何事もなかったそうです。そして忘れかけていた夜のことでした。また深夜、キーキーというあの車椅子のきしむ音が廊下から聞こえてきました。その夜も同室の患者さんらはぐっすり寝ているようで、音に気がついているのはユードブさんだけでした。ただその夜、怖いゆえにユードブさんは車椅子の人物の正体を見極めたいと思ったそうです。そこでベッドの周りのカーテンをわざと少しだけ開けて見えるようにして車椅子を待っていました。それはとても長く感じたそうです。そして間もなくキーキーという音が病室にゆっくり入ってきました。息を殺してカーテンの隙間を見ていると、ほんの一瞬のことでした。車椅子に座った小さな老婆が通り過ぎていったのです。見えた！ユードブさんがそう思ったと同時に、またストンと金縛りになりました。車椅子はユードブさんの前のカーテンが閉まっているところで止まっていました。恐怖が頂点になったユードブさんは力を入れて必死に体を動かし、また金縛りを解いたそうです。すると同時に車椅子の老婆の気配もなくなっていました。朝になり、さすがにユードブさんは2回も同じことが起きたので、思い切って看護師さんに話してみたそうです。すると看護師さんはこんな話をしてくれました。実はね、何ヶ月か前にここに入院していたおばあさんが亡くなっているのよね。その看護師さんの言うこことは、この病院内という意味か、この病室という意味かは分かりませんが、看護師さんは続けて、そのおばあさんはよくお散歩でいろんな病室に顔を出していたのよ。歩くのがしんどかったから自分で車椅子を引きながらね。それを聞いてユードブさんは、自分を訪ねてきたのはそのおばあさんに違いないと確信しました。おそらく霊を見たり感じたりできる人しか彼女の存在には気がつかないので、ユードブさんや霊感のある人のところに訪ねてきているのかもしれません。ユードブさんには幸いにも退院後何事もありませんでしたが、病院のその病室は今もあるので、誰かがそのおばあさんの訪問を受けているかもしれないと思うそうです。これは心霊系 YouTube トラウマチャンネルさんからいただいたお話でした。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。